楽しく効率的に勉強しましょう。皆さん、こんにちは。今日は東京駅にいます。一緒に東京駅を歩きましょう。駅の建物を見てください。とても大きいですね。そして、とても綺麗です。この建物は赤いレンガで作られています。とても古い建物です。ここで最初のクイズです。問題です。この東京駅はいつできましたか？ 1 番、約100年前。2番、約500年前。3番、約1000年前。答えは1番です。東京駅は1914年にできました。100年以上前ですね。日本の歴史を感じますね。日本のとても有名な駅です。ここで写真を撮りましょう。はい、チーズ！いい写真ですね。さあ、駅の中へ入りましょう。人がたくさんいますね。東京駅は仕事へ行く人や旅行に行く人で毎日混雑しています。ここは切符の売り場です。あそこは改札です。改札から電車に乗ります。皆さんはスイカを知っていますか？スイカは緑色のカードです。電車のお金を払うために使用します。とても便利です。カードをタッチして電車に乗ります。切符を買う必要はありません。コンビニや自動販売機などでも使用できますよ。日本ではたくさんの人が使います。あそこを見てください。大きなお店があります。食べ物の店です。店の名前は駅弁屋祭りです。祭りは英語でフェスティバルです。とても賑やかですね。ここで第2のクイズです。駅弁とは何ですか？1番、駅の帽子。2番、駅のお弁当。3番、駅の時計。答えは2番です。駅弁は駅のお弁当です。駅弁は日本の面白い文化です。お店の中に入りましょう。うわぁ、お弁当がたくさんあります。約200種類のお弁当があります。美味しそうなお肉のお弁当がありますね。魚のお弁当もありますね。これは有名な牛鍋のお弁当です。これはカニのお弁当です。どれもとても美味しいです。電車の中で食べます。日本人は電車の中でお弁当を食べるのが好きです。外の景色を見ます。そしてお弁当を食べます。とても楽しい時間です。私はこの牛肉のお弁当を買います。飲み物も買いましょう。冷たい緑茶を買います。お茶とお弁当で1500円です。少し高いですね。さあ、次は地下へ行きます。階段を降ります。地下にもたくさんのお店があります。東京キャラクターストリートへ行きましょう。あそこです。
かわいい店がたくさんありますよ。日本のキャラクターの店です。有名なキャラクターのお店がたくさんありますね。スタジオジブリの店もあります。ここで第3のクイズです。日本のかわいい文化はいつから有名になりましたか？ 1 番、1970年頃。2番、2000年頃。3番、2020年頃。答えは1番です。1970年頃からかわいい文化が始まりました。今では世界中で有名ですね。妹にお土産を買いたいと思います。妹はアニメが大好きです。このぬいぐるみを買います。小さくてとてもかわいいです。きっと喜んでくれると思います。お土産の買い物が終わりました。日本のお土産の文化を知っていますか？旅行へ行ったら家族や友達にプレゼントを買います。それがお土産です。日本人はお土産を選ぶのが大好きです。東京駅にはお土産の店がたくさんあります。おいしいお菓子が人気です。東京バナナはとても有名なお土産です。バナナの味の甘くて柔らかいお菓子です。黄色くてかわいい形をしています。皆さんもぜひ買ってみてくださいね。東京へ来る人がよく買います。次は八重洲の出口へ行ってみましょう。丸の内の反対側です。八重洲の出口はとても新しいです。丸の内の駅は古い建物でしたね。でも八重洲は現代的な建物です。高いビルがたくさんあります。バスのターミナルもありますよ。ここから日本のいろいろな場所へバスで行くことができます。東京駅は本当に大きいです。毎日約100万人が使います。とても忙しい駅です。歩いたからお腹が空きましたね。地下に美味しい場所があります。東京ラーメンストリートです。ラーメンのお店がたくさんあります。いろんな種類のラーメンを食べることができます。醤油味、味噌味、豚骨味、塩味があります。どれも人気があります。人がたくさん並んでいますね。ここで第4のクイズです。日本人がラーメンを食べるとき、よくする音は何ですか？ 1 番、手を叩く音。2番、麺をすする音。3番、歌を歌う音。答えは2番です。麺をすする音を出します。ズズズという音です。外国では食事の時に音を出すのは良くないですね。でも日本のラーメンやそばは大丈夫です。日本の面白いマナーです。私もラーメンを食べたくなってきました。でもお弁当があるのでまた今度にしましょう。
さあ、上の階へ行きます。いよいよ新幹線の改札です。皆さんは新幹線を知っていますか？新幹線は日本のとても速い電車です。形がとてもかっこいいです。白と青の新幹線があります。緑や青の新幹線もあります。ここで5つ目のクイズです。最初の新幹線はいつ走りましたか？ 1 番、1964年。2番、1989年。3番、2000年。答えは1番です。1964年の東京オリンピックの時です。東京から大阪まで走りました。60年以上前ですね。日本の技術はすごいです。私もこれから新幹線に乗ります。おじいさんの家に遊びに行きます。京都へ行きます。東京から京都まで約2時間半です。とても早いですね。ホームに上がります。あ、新幹線が来ました。長くて白い電車です。でも、まだ中に入ることができません。今、スタッフが掃除をしています。ピンク色の服を着たスタッフです。7分間で全部の席をきれいにします。とても早くてすごいです。日本の素晴らしいサービスですね。掃除が終わりました。車内に入りましょう。とても静かです。そして綺麗です。私の席は窓の隣です。景色がよく見えます。富士山が見えるかもしれません。楽しみですね。電車が動きました。東京駅、さよなら。さっき買ったお弁当を出します。牛肉のお弁当です。とてもいい匂いがします。いただきます。お肉が柔らかいです。味が少し甘いですね。とても美味しいです。冷たい緑茶を飲みます。お弁当とお茶は最高の組み合わせですね。日本人はお茶が大好きです。ここで最後のクイズです。日本のお茶の有名な場所はどこですか？ 1 番、北海道。2番、静岡県。3番、沖縄県。答えは2番です。静岡県はお茶でとても有名です。新幹線の窓からもお茶の畑が見えますよ。皆さん、今日の東京駅の案内はどうでしたか？東京駅はただの駅ではありません。歴史があります。美味しい食べ物があります。かわいいお土産があります。本当に楽しい場所です。皆さんも日本に来たら、ぜひ東京駅へ行ってくださいね。そしてお弁当を買って新幹線に乗ってください。きっと素晴らしい思い出になりますよ。これで今日の動画を終わります。また次の動画で会いましょう。チャンネル登録をお願いします。それから、いいねボタンも押してください。それでは皆さん、さようなら。お疲れ様でした。音読やシャドーイングを行うと
さらに学習効果が高まります。ぜひ繰り返し聞いて練習してくださいね。アウトプットの場としてぜひこのチャンネルのコメント欄を使ってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。